黒帯チャンネルは普段ゲームを作っている人たちが面白いゲームを紹介したり、ゲームの作り方を解説する極めて黒人向けな YouTube チャンネルです。黒帯チャンネル。はい、皆さんこんにちは。黒帯ゲームズの丹沢雄一です。前回はホビージャパンの山田さんをお迎えして、サイバーパンクレッドについていろいろご紹介していきましたけれども、第2回目の今回はぐっと作り手の目線に寄せたお話をしていきたいと思います。お付き合いいただきますのは、冒険企画局のゲームデザイナー、古町みゆきくんです。よろしくお願いします。お願いします。冒険企画局の古町みゆきです。青春バンド TRPG ストラトシャウト、星と宝石と人形の TRPG スタリードールといった TRPG をはじめ、アナログゲーム、お化けの会議など制作してまいりました。最近は大喜利にハマってます。はい。大喜利やってますね。ちょっと緊張してます。ちょっと緊張してますね。リラックスしていきたいと思います。はい。古町くんね、すごい多彩でして、今、黒帯ゲームズで実はデジタルゲームの発表がだいぶ先になると思うんですけども、お手伝いを、シナリオ制作を手伝ってもらってまして、大変助かってます。ということですね、今回は、僕はデジタルが 95% ぐらい、アナログの仕事も5% ぐらいやっていて、古町くんはどっちかというと、アナログに軸足を置きつつ、デジタルの仕事も最近結構やっているというところで、同じシナリオライティングの仕事としても結構違うところあるよね、みたいな話を最近仕事しながら話すこともあるので、そんなことをですね、ちょっとテーマに。深いですね。喋ってみようかな。この番組でちょっと初心者を置いていくっていうスタイルなんで。いいと思います。なので、いきなりね、そのシナリオライターとしてどんなところ違うのとか、なんかお互いこんなところ気をつけてるよねとか、そんな話をちょっとできたらなというふうに思っております。お願いします。はい。ゲームのシナリオの仕事って結構、やったことない人にとっては、どんな感じで始まるのとか、どんな風にやられるのみたいなのが、あると思うんですよね。そうですね。デジタルのゲームの場合、少人数で作ってた時は、社内で、チーム内でプランナーと言われる企画を考える人が、そのままシナリオを書いたり、絵を描く人がシナリオも書いてたりとか、ディレクターさんが書いたりだとか、っていうことが多かったです。今、開発の規模が大きくなったりとか、する中で、割とやっぱり今専業化してきて、シナリオライターさんは、例えばチーム外の人にお願いするだとか、社内にシナリオを書くのが得意なシナリオプランナーみたいな役職の人がいて、そういう人がシナリオを書くだとか、増えてきましたね。今、黒帯ゲームズは、そういうスタイルの会社さんからシナリオの部分をお願いします、みたいな形でお願いされることが比較的多い。僕が手掛けてきたタイトルだと、任天堂 DS 向けにロストマジックっていうゲームを作ったことがあるんですけど、その時はね、開発チーム6人か7人ぐらいかな、全部で。なので、僕がプランナー兼シナリオライターっていう形で、中に入ってるアイテムの名前とか魔法の名前とかテキスト類、すべてのテキストは僕が書いた。一言一句僕じゃない人が書いたものはないっていうすごいゲームでしたね。だからやっぱり6人とか7人ぐらいで作るスタイルだと、専業のシナリオライターさんが入るというよりは、ゲームの仕組みとかステージの設計とかをしてる人が、ライティングも同時にやるみたいなことが、昔は多かったかなと思いますね。知らない時代ですね。今も小規模の開発だとそのスタイルもあると思います。最近はインディーズとかもね、結構多いですし。インディーの人なんてね、シナリオライターさん外に抱えることなんて多分ほとんどないと思う。インディーの人なんかは自分で考えて、むしろ自分で考えた物語を表現したいからインディーをやる人も多いんじゃないかなと思いますね。アナログの場合って、どうやって、シナリオって言ってもシナリオ単体でってことは難しいかもしれないですけど、ゲーム作り出すときって、デジタルに比べて少人数ですよね。そうですね。やっぱ基本的には小規模になりやすいですし、小規模でやることが多いですね。もちろん他のライターさんにお仕事を依頼する場合もあるんですけど、シナリオをそれぞれに作ってもらうみたいな時に、お願いするぐらいで、基本的にはやっぱりゲームデザイナーがそのまま作ることが多いかなと思いますね。ゲームデザイナーがゲーム作る流れって、企画があって、出版社さんとかとこんな感じでって言って、あとチーム作り的には DTP やられる方とかが大体くっついて、その後イラストレーターさんに発注したりとかして、くらいか。だから、本当にさっき言ってたインディーゲームとかの制作現場に結構近いかもしれないですね、少人数で。RPG のシナリオはですね、今でこそ結構ウェブ媒体が
増えてきてて、ウェブで公開されるっていうことも多いんですけど、未だに書籍とか雑誌とかは根強くてですね、どちらかというとやっぱりそっちがメインかなっていう感じはしますね。で、書籍の場合は、ゲームデザイナーさんの発注資料とこう照らし合わせながら、ゲームデザイナー自身が書く場合はもちろん自分の資料なんですけど、それを照らし合わせながら、シナリオを作っていきます。シナリオの内容に関して何かこういうのを作ってほしいみたいな縛りはあまり設けられないことが多いかなと思います。デジタルだとあんまりありえないことかなと思うんですけど。まあね、デジタルだと逆にできることの幅の狭い中で、なんかどう頑張っていこうかみたいな、自分なりを出していこうかみたいな。チームで一つのストーリーを作っていくっていうことがデジタルは割と多そうですけど、アナログゲーム、TRPG の場合はシナリオごとに別々の世界観があるみたいなことが多いので、結構作家性が重視されやすいというか。結局デジタルだろうがアナログだろうが、アウトプットが面白いことっていうのが絶対的正義だとしたときに、多分、アナログとかインディーゲームとかだと、縛んない方がアウトプットが面白いことが多い。デジタルの場合は、縛らないと収集がつかない。そもそもゲームがリリースできないっていうことが多いので、経験上そういう風になってってるっていう違いはあるのかなっていうのが、僕もアナログ少しやったとき、これはでも俗人的なのかもしれないですけど、川島先生からこういうのお願いします。言われて、うちの組のハスバのシナリオ1本書いたとき、田中さん SF でお願いします。以上です。すごい。すごい発注だ。分量とかも特になく、何人のシナリオしてくださいとかもなかったんで、好きに書いて、で、ほぼ、直しなしでそのまま乗ったみたいな。そうですね。それは人によってね、結構もうちょっと、こういう雑誌だからこういう初心者向けにしましょうとかね。そういうなんかのもあると思うんですけど。シナリオ集を作るんでシナリオを寄稿してくださいって言われたときに、何書いてもいいですと。で、ただどういうものを書くか、皆さん1行でこう提出してください。被りがないか確認しますみたいなのは、あったかな。なるほど。テーマがね、丸被りしちゃう可能性もなくはないからね。そうですね。本当その最低限ぐらいしか縛りは設けられないことが多いですよね。僕デジタルバタなんで、アナログの時にそのシナリオを書いてくださいって言われる時も、実は縛りがある方がちょっと燃えるんですよ。わかります。この間、イベント向けに、これも忍び神のシナリオを発注していただいた時は、温度を感じさせるデジタルデバイスのデモにも使いたいから、寒いシーンと暑いシーンを必ず入れてくださいみたいな。背中に入れておいて、温度が変わるデバイスを GM が操作できるっていうことをちょっと試してみたいので、そういうこと聞くと、来たぞなんて恐ろしいこと言うんだって思いつつ、寒かったり暑かったりするシナリオを書いたんですけど、僕は結構だから縛りが多めの方がやってやるぜみたいな。デジタルとかやってると、なんかこういうシステムを使いたいんで、これを取り入れてくださいって言われた時に、やり方は自由ですって言われると結構大喜利っぽいというか、じゃあこうやったら使えるんじゃないかなみたいな考えるの楽しかったりしますね。そうですね。なんかチュートリアルでもその操作だけを教えるんじゃなくて、なんかちょっとした小エピソードを攻略していく中で自然と操作を覚えちゃう方がおしゃれじゃないですか。そうですね。A 地点にまず歩いていきましょう。柵があって、ジャンプボタンを覚えましょう。×でジャンプです。みたいなやつあるけど、もうちょっとあそこをストーリーライクにしたりとか、できるといいなとか思うと、歩かなきゃいけない。その後ジャンプしなきゃいけない。その後なんかしゃがまなきゃいけない。その後敵を殴ってみようだったりすると、じゃあその順番なんだけど、ただ単にチュートリアルを置くんじゃなくて、もうちょっとね、お話の流れを追っていったら自然と全部の操作を覚えてるみたいにできるといいなとかっていうのはデジタルの場合はね、よく思うところではあるんですけど、デジタルとアナログっていう切り方しちゃうとちょっと大雑把すぎるけど、インディーに近いっていう感じですかね。そうかもしれないですね。少人数開発と大人数開発の違いみたいな。あとやっぱ単純に本なんで文字数制限があるっていうのは結構でかいかもしれないです。やっぱりその書籍の中で使えるページ数って決まっていて、その中にいかにシナリオを収めるかっていうのは、TRPG とかのシナリオを書いてる人の専門知識というか、に近い部分はあるかもしれないですね。なるほど。職人技だと思います。大人数のチームと少人数のチームの違いみたいな。こうやって結構やっぱあるなと思ってて、シナリオ書き方とか、そっか、人がいっぱいいるってことはみんなとコミュニケーションを取らなきゃいけないっていう。デジタルの場合はやっぱり
シナリオだけ独立して作るっていうのはなかなか難しくて、ゲームシステムもあるし、音楽もあるし、本当に同じようなシーンを紙媒体で書くときと、デジタルのゲーム向けに脚本書くときってめちゃめちゃ違ってて、デジタルの場合って、ゲームだったら音も出るし、ペンシャルもあって表情もあったりするから、一言も喋んない方がいい場合あるんですよ。悔しいみたいになったときに、悔しそうな顔して、ギリギリってやれば、で、なんか雨が降ってて、ちょっとコートが濡れていくみたいなシーンだけ映せば、もう何のセリフもいらない場合もあるけど、やっぱり活字媒体だと、そこを何も言わせないわけにいかないから、そうですね。ちょっとチッって言わせたりとか、銃声が鳴って、まさかみたいな時にも、銃声まさかとかって言わせちゃうけど、デジタルだったら、バーンって音がして、はってって振り返ればもうそれで十分みたいな。そう何も言わなくていいよね。そこの作り方はね、違ってきます。僕も自分の作ったテキストをゲームの中で遊んだ時に結構衝撃でしたね。こうなるんだっていう。じゃあ説明いらないな。説明しすぎたなとかね。丸ボタンでセリフを送るっていうこと自体が多すぎると、お客さんが飽きちゃったりするから、そこの塩梅が難しいですよね。ゲーム内でどういう画面なのかが、やっぱり想像が一致してなかったりとか、表情だったり、エモートだったり、どの程度使うのかとか、だいぶ変わってくるんで、その辺のすり合わせみたいなのも結構密にやらないといけないんだなっていうのは思いましたね。そうですね。で、結局最終的に全部遊びまで入って、ロームで確認したら、うわぁ、ここは説明しすぎだったって、そこでようやく気づくっていうこともあるので、デジタルのシナリオの仕事って最後まで終わらないっていうか、納品したから終わりじゃなくて、上がってきたら、ちょっとここ削りたいとか、ここはなんか迷っちゃうから、もう少しちゃんと丁寧に説明しないと。ありますね。アナログってシナリオが自分の頭の中に広がってますけど、デジタルの場合は物語がそのまま映像で出てきちゃうんですよね。必ず不一致が何かしら起きるっていうのは、明確な差かなっていう感じがしますね。紙媒体の方が質が落ちてるとかってことじゃなくて、紙媒体だと、やっぱり読者も自分で保管する部分は自分の楽しいように想像できるから、その想像の余地があるという意味での楽しさもあるので、媒体の違いみたいなところであるんですけど、僕の弟がアナウンサーなんですよ。そうなんですね。で、野球中継の仕事が若い頃にあって、で、映像がある野球中継以外に、皆さん聞いたことあるかどうかわかんないですけど、ラジオでの野球中継。ありますね。これがもう全然違うと。要するに、打ったー中華に行って、こうなってって、ラジオだと相手が視覚情報がゼロなので、視覚情報を言葉で全部保管しなきゃいけないから、めちゃめちゃ大変っていう。なんか話をしたことがあって、なんかそれに似てるなって思うんですよね。確かに。視覚情報があるゲームと、そうじゃないゲームの場合の、どのぐらい説明するか。言葉の重要度はやっぱり活字の方が重要ですよね。活字がもうすべてインプットのすべてだから。そうですね。小説とかともちょっと違ってね。小説は余白をあえて残すみたいなことももちろん重要なんですけど、TRPG になってくると、そのキャラクターをちゃんと動かしてあげるためには、その裏設定みたいなものを書いてあげないといけなかったりとか。なので、デジタルとも小説とも違う、その真ん中ぐらいにあるような感じですね。確かに。なんか TRPG のシナリオだったら、例えば謎の仮面の男が出てきましたって書いても、それはもう GM 向けだから謎の仮面の男主人公の PC1 のお父さん。そこにいきなりネタバレを書くじゃないですか。そうですね、そうですね。あの書き方はまあ小説ともまた違う、一種独特なものですよね。そうです。特別な技術な感じがしますね。技術の話で言うと、デジタルゲームいろいろやってて、僕が結構気にするのは、受け手のコンディションのことを考えるんですよね。コンディション。寝ながら遊ぶゲームなのか、電車の中でやるゲームなのか、部屋で一人で静かにやるゲームなのか、それこそ夜ゆっくりやるのか、友達とワイワイやるのか、あとゲームセンターで遊ぶのか、とかによって、やっぱりお話の書き方結構違ってきてて、なるほど。なんかね、身体性とやっぱり切り離せないなと思ってて、例えばアクションゲームでも、丸ボタンをうおーって連打して敵を倒すっていう気持ちになってコントローラーをギュッと握ってる人に対しては、やっぱり主人公とその感情をリンクするためには、主人公はやっぱりやや荒っぽくなるはずなんですよ。なるほど。プレイヤーの気持ちは心拍数も多分上がっているし、やるぜって気持ちになってるから、上がってるはずなんだけど、
電車の中でそういう気持ちになってる人あんまりいないはずいないですね。そういう時はやっぱりちょっとトーンを落としたりとか、あとゲームセンターなんかの場合はすごい上げますね。なるほど、なるほど。し、なんか3分とかで、やっぱり100円をいただくみたいなビジネスモデルに乗っけるシナリオって、初めトップが大事なんですよね。パーンって上げなきゃいけないから、シナリオだけじゃないですけど、例えばお金を入れた時の SE の発注。なんかもうジャキーンみたいな音を出すんですよ。絶対に隣の音ゲーに負けない。もう入れた瞬間に、ユーザーの心拍数5ぐらい上げなきゃいけないから。だいたいゲームセンターのゲームをコンシューマーに移植するとうるせえです。それはそうよねって思うんですよ。そのハイな状態でプレイヤーが遊んでいるのか、比較的こう、ゆるい感じで家でゆったり遊ぶゲームなのかとかによっても、シナリオとか、その全体的な、なんかトーンって変わってくるな。僕は結構そこは、特にゲーセンのゲームをやってたっていうのもあるので、なんかやってましたけど、なんか古町くはその多分アナログゲームとか、まあお化けの会議なんて結構身体性が高いゲームだったと思うんですけど、そうですね。なんかそういうところを意識してゲーム作ったり、シナリオ書いたりみたいな。お化けの会議っていうのが会話禁止のカードゲームなんですよね。で、みんなで数字を合わせる、うまいこと合わせるんですけど、お互い会話ができないから、こう机をコンコンコンって叩いて、意思の疎通を図るっていうゲームなんですけど、僕、こんなお仕事やっておきながらあれなんですけど、どっちかっていうと、感覚派というか、お話の難しいところとか、細かいところ、複雑なところっていうのがあまりうまく理解できない人だったりするんですよ。ね、そうあんまりそういう感じしないけど。そう、どっちかっていうと、例えば音楽であったりとか、映像的な面白さ、演出だったりとか、そういうところでもう感動しちゃったりする人なんですよね。だから、実際アナログゲームのシナリオとか書くときも、その物語的な面白さよりはギミック的な面白さの方が、どちらかというと重視しやすい。例えば、ここでいきなりトランプが出てきますみたいな。この中から、ジョーカーを引いたらあなたのキャラは死にますみたいな。そういうのを結構考えるのが好きで、TRPG はそういうところとまた親和性が高い。っていうのは面白いですし、デジタルゲームでもチュートリアルの操作といかに組み合わせるかみたいなところから音楽的にお話を考えるのすごい楽しいなと思いますね。あんまり意識はしてなかったですけど、身体性は確かに重視してるかもしれないですね。お客さんがどういうふうに遊んでくれるかってことを脳内で想像したら、そこには多分そのお客さんの動きだとか、どういう環境に身を置いてそうみたいな想像もくっついてくるから、そこってあるんだろうなと思いますね。お話を読み解く力って結構理性の部分ですけど、その身体的な面白さって本能の部分というか、そこをうまくこうリンクさせるっていう部分がすごく楽しいなと思いながら作ってますね。そうなんだよね。疲れているとか、まあちょっとこうテンション上がっているとか、友達みんなでいるとかによっても全然感じ方って変わってくるから、そうです。TRPG なんて特に友達とみんなで集まって遊ぶことが多いので、そういう時にこう、どういう感情になってどういう風に遊ぶのかなみたいなところを想像しながら作るのは面白いですね。お客さんにどうやって届くか当然大事なんですけど、まあ僕ら書く側として、なんか自分のその個人的なルーティーンとか、なんかこんな風にすると書きやすいとか、なんかあったりします？そうですね。なんかね、最近ちょっと僕の中で説があって、大喜利をやるとシナリオを書くスピードが上がるんじゃないかっていう。絶対ないと思うけど。でも頭の回転みたいなことなのかな。そう、僕、そのシナリオライターを、もう、これ10年以上多分やってるんですけど、大喜利を始めたのが去年とかなんですけど、大喜利って短くて4分ぐらいでもう、考えてくださいみたいな。あるいはもう生でフリップ使うような大喜利だと、制限時間内にポン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 出さないといけないんですけど、ああいうのってさ、いろいろあると思うけど、本当にその場で考えてる？その場で考えてます。そうなんだ。そうなんですよ。すごいのが出てくるんです。さすがにこれ、ね、事前にネタ帳は来てんじゃないのみたいな。そうなんだ。そうなんですよ。意外とネタ帳とか、まあ、用意してる人もいるとは思うんですけど、お題にぴったりの答えってなかなかネタ帳にはね、メモできないんで、もうその場その場で、ラップバトルみたいな。ラップバトルっぽいよね。そうですね。やってるんですけど、例えば大喜利のお題で、猫に支配された国みたいなお題がまあ出るわけですよ。
ゲームのシナリオの発注に結構近い部分があると思ってて、はいはいはい、今回のゲームの舞台は猫が王様ですと。この中で面白いシナリオを書いてください、みたいな発注ってやっぱ実際あるんですよね。で、それを大喜利は4分とかで短時間でパンポンポンってやるから、そのアイデアを出すスピードがどんどん上がっていくわけですよ。使うのお味噌が同じなのかもしれない、ね。結構近いと思う。近いから、そこ活性化してる、そのままの状態で仕事すれば早いみたいな。そうなんですよね。大喜利ってその時間内でいかに捨てるかの勝負でもあって、そう、これは受けないから、じゃあ捨てよう、次のやつに行こうみたいな。固執しちゃうからね、どうしても、これをコネコネしてたら、ワンチャンあるんじゃないかとか思っちゃうと、そう。思考が流れちゃうから。そう。シナリオ書いてる時もあるじゃないですか。ある。これもうちょっと面白くなんねえかな、みたいな。なんか今日半日使っちゃったやつとかをなかなか捨てられずに一日を無駄にするみたいなのはあるあるだと思う。そうなんですよね。だからその取捨選択の思い切りも良くないというか。もう時間制限があるから。そう。なるほどな。だから結構僕の中で使ってる脳みそ近いし、トレーニングにかなりなってる感じがするんですよね。なるほど。ぜひシナリオライターの人大喜利やってみてほしい。大喜利にチャレンジすると、シナリオ脳が鍛えられる。鍛えられると思う。でも確かに、仕事で締め切りがあると、ある程度割り切らないといけないっていうのもあるから、そこまでの間にガーってこう作って捨てて、スクラップ&ビルドのスピードが速くなるけど、例えばプライベートで、いつか出そうかなみたいなシナリオとか僕書いてたりするんですけど、そういうのって無限にコネコネできるから、逆にいつまで経っても終わらないみたいなね。なんかあのシーンもう一ネタ足そうみたいなさ、いつまでも作ってて一生終わんねえみたいな。どっかで締め切り作るっていうのは必要かも。よく僕はインディーゲームの人たちとも飲んだりするんですけど、インディーゲームの人たちにとってやっぱりコミケって、その、締め切りのない人生の中の締め切りなんですよね。同人ゲームってやっぱりクライアントがいて、何月までリリースしないとお金払いませんみたいな話って一切ないじゃないですか。そうですね。自分の持ち出しでやってるから。なので、やっぱり2年も3年もかけちゃうところを、この夏コミで出そうってこう思うことによって、じゃあもう逆算でここまでに、パッケージデータに有効しなくちゃいけなくてとかって全部降りてくるから、捨てられるってことですよね。多分。100を作ろうと思うと自分自身が成長していっちゃうと、半年前に作ったやつがまた嫌になってみたいな。そうなんですよね。一生やり続けちゃうから、確かその大喜利的な、ね、それが100点とは思わないけど、この時間で出せるとしたら100点やろうみたいな。そうですね。ちょっと仕事とかにいけるのかもしれないですね。あるかも。初めなんかないとか言ったけど。やっぱり始めてからすごい書くスピード上がりましたね。そうなんだ。さあ、いつぐらいから始めたの？去年の夏ぐらい。結構最近なんだ。最近ですね。最近どんどん早くなってきてて。確かに、一緒に今仕事してますけど、書くの早いし、こんな感じの路線でって言ったのも、いた子がうまいっていうかなんか。そうか。確かに。それもお題ですもんね。そうだね。お題を出した時のその反射神経すごい頼りにしてます。ありがとうございます。嬉しい。神沢さんはないんですか？そのルーティンみたいなものって。僕は、割と自分のなんかコンディションに左右されることが多くて、一個あるとしたら、僕空手をやってるんですけど、空手の稽古をやった後のバトルシーンを書く。早くはなんないけど、ディテールがより細かくなるっていうか、なんかこう相手と対峙しながらどうこうするみたいなシーンを道場で組手の稽古した後にやると、ややね、僕の中でクオリティが上がっていると思ってる。たくさん書かなきゃいけないシーンがあって、例えばでも、シーンと、悲しいシーンとっていっぱい書かなきゃいけないときに、割とバトルシーンを僕土曜日の午前中に空手の道場に通ってるので、土曜日の午後にまとめておくことが多いですね。バトルシーンだけ、これは土曜日に書くやつだっつって、置いとくみたいなのは多いですね。面白いですね、それ。結構最近の話ですけど、仕事でちょっと強いことを言わなきゃいけないなっていうことがあって、その後、めちゃめちゃ感動的なシーンを書かなきゃいけなかったんだけど、心がちょっとささくれになっちゃってて、その日書けなかった。それの逆パターンかな。多分あの時はバトルシーンだったら書けたんだと思うな。自分のコンディションに左右されるのがもう分かってるので、シーンごとにベストのコンディションの時に、そのシーンをまとめて書くことが多いので、途中書いてるシナリオってなんかね、頭から書いてないことが多いんですよね。今書きやすいところから書いていくから、だんだん穴埋めみたいなやつがちょっとずつ埋まっていくみたいなことが多いかな。あと漫画家さんとかね、笑ってるキャラを描くときは自分の顔も同じになるみたいなよく言いますけど、それ
にちょっと近いところがあるかもしれない。近いかもしれない。入り込むから自分の気持ちとシンクロするみたいなのすごいわかる話ですね。共感できますね。共感できてよかった。かなり共感できます。あんまり役に立たない情報かなと思って。空手はね、やらないんですけど。そう、その時々で書きやすいシーンってやっぱありますよ。そうね。わかります。結構、いろいろ話してきたんですけど、こんな感じ。どうでした？ちょっと緊張してたけど。緊張しましたね。シナリオライターとして、こういう番組に呼ばれることってあんまなくてですね。そうだね。そうなんですよ。僕別でゲーム実況とか、司会とかをやってて、それは慣れてるんですけど、あんまり普段話し慣れない内容なので、ちょっと緊張しましたね。ごめんなさい。今回はね、ちょっと僕の方からテーマを、お題を出させていただいたんで、次もぜひ、まだね、ちょっとしばらく手伝ってもらってて、ここにいるので、お題出してもらったりとか、誰かゲスト呼んだりとか、やれたら。面白そう。ぜひやらせてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。というわけでね、第2回ということで、ちょっとね、手探りだったり、機材をね、いろいろチェックしながら、今まだ進んでいるというところであるんですけど、まあ今後もですね、ゲストをお呼びしたりとか、いろんなテーマについて話していきたいと思いますので、こんなテーマについて話してもらいたいなとか、こんなゲストの人の話聞いてみたいなとか、まあ、特にうちだと、ゲストの人呼んで、その人がいろんな番組で喋っていることを喋らせたらつまんないなと思ってるので、切り口をなるべく変えたいと思ってます。メインの話をさせないっていう感じの番組にしていきたいな、みたいな。ここならではのね。そう思ってます。また次回以降、いろいろ準備していきたいと思いますので、お楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。黒帯ゲームズはゲームの企画、プランニング、シナリオなどを得意としているゲーム会社です。お仕事のご相談は概要欄のお問い合わせフォームよりお気軽にお送りください。また、シナリオを得意としているゲームプランナーを若干名募集しております。ご興味がある方はご連絡をお待ちしております。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあねー。